本日はですね、このヤマガブランクスの方からですね、新しく、発売される、ルーパスエリア、はい、こちらをですね、フィッシングリゾート、上長野さん、栃木県があるんですけど、こちらの方のエリアの方にお邪魔して、ちょっと持ち込みましてですね、いろいろとやってみたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい。ですね、こちらのポンドに関しては、いわゆる大きめのポンドですよね。自然のこの池というか、こういったところを利用した形で、いわゆる自然ポンドを利用したポンドになってまして、で、魚の魚種的には、もうニジマスメインではなくて、その他の、いわゆる色物と言われるジャガーとか、あとは3倍体のドナルドソンとか、あとはスチルヘッドであったり、当然ヤマメ、イワナ系の魚とか、その多種多彩に結構入ってるエリアっていうようなことなので、いろんな釣りが楽しめるんじゃないかなというところで、今回うちの方のノットとしては、マルチパーパスと言われる、巻きの釣りの竿メインで、巻きの釣りが3本ですかね。リトリーブ系の竿。で、それにあと、モーションと言われる、アクションをかけていくような竿が2タイプという形で、計5タイプちょっと準備してるんで、そちらを駆使しながら今日一日楽しんでいきたいなと思います。ボトムでやってるんですか？今はスプーンで釣り始めて、朝来たばっかりなんで、ただちょっと周りの方で6時からここスタートの場所なので、7時過ぎで、朝一のちょっとラッシュは多分終わってるっていうのがあるので、まず一旦とりあえずパイロット的に今スプーンで、反応見てます。で、これ竿は61の RM ですね。で、リトリーブタイプのマルチパーパスという風なところを今使ってます。で、スプーンは、これは、2g ですね。2g。ちょっと小さめで厚みの、早く沈むタイプですね。ある程度遠投を効くタイプのやつを使って、まずは、手前からずっと攻めていったんですけど、ちょっと手前の方に魚が薄かったんで、そして今、大きめを攻めて、大きのプレッシャーの少ない魚をちょっと狙ってみようかなというところで、基本的なボトムまでを一旦ホールさせて落として、あとは、ゆっくり巻いてくるっていう、基本的な、缶釣りの、巻きの釣りですね。はい。そちらを今、やってます。これ、マルチパーパスの竿、これ、どのルアー上げても結構、綺麗に飛ぶし、扱いやすいですね。もう軽めのルアーから今、始めて、ちょっと重くしてってるんですけども、今のでこれ 2.8g ぐらいですかね。一番最初で 1.2g ぐらいのやつから始めて、1.8、2、今 2かな。2でボトムタイプです。ちょっと小さめなんで、若干飛びますけども。軽く投げてもよくスポッと飛んできます。でこのロットティップよく入るし、あとベリーの方も曲がってくる。で、バットに張りを持たせてるというか余裕度を持たせて、バットパワー残してあるんで、結構大きい魚かかってもしっかり寄ってくれるような感じですよね。かといってバットバキバキではないんで、しっかりとためが効くような感じになってます。いわゆるレギュラーテーパーの、ある程度缶釣りのクランクだったりとか、それ以外のボトム系のルアー、今ボトムやってるんですけど、これであったりとか、あとはミノインがある程度の小さい引きテイクのあまり強くないやつだったら、小さめのやつだったら十分これで使いこなせるっていうのが61の、RM のこのマルチパーパスっていう竿になりますね。ちょっとクランクを投げてみたいと思います。で、今度はちょっとクランクの方を投げるときにですね、これまでリトリーブタイプのやつで、シャープネスっていう形で、66でちょっと長めなんですけど、ティップが、非常に繊細に曲がってくれるんですけども、ベリーに張り持たせてあると。で、バットの方は同じように、パワーはしっかりと残しているというタイプで、若干先調子になってますね。で、長めなんで、遠投も効くし、なおかつ、クランクなんかはね、結構引き抵抗の強い、ルアーなんかこのベリーの張りとかでしっかりと受け止めてくれるので、しっかり動いてくれるのと、あとは当たりがあった時の、賭けですね。賭けの時にすごくこのベリーの張りというのがこのクランクの釣りに向いてるっ
竿になりますね。これは結構クランクの場合って巻き抵抗、リップが大きいんで巻き抵抗が強いんで、魚がバイトした時に後ろからついてきてバイトした時に巻き汗だったり竿で煽って合わせたりっていう風な時にですね、結構なんかこうフッキングがこう甘くなってバレてしまうっていうのが多いんですよね。通常のスプーン用の竿とかでするとですね、それをベリーの張りを持たせることによってしっかりとフッキングしてくれると。でなおかつ全体のこのためですよね、竿の独特っていう長さのこのため、これで、バラしにくいと、すごくバレにくい竿になってます。これはメインとしてやっぱりクランク使いにすごく向いてる竿ですよね。これはで巻いてきた時のこのクランクのこの挙動って言いますかね、それがティップのその繊細さのところで阻害しないっていうのがこの竿の一つの利点でもあって、で結構クランクってプク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 動いてくれるんで、その動きがあんまりティップが硬い竿だとこうアングラー側のこうなんていうのかな、この手の挙動とかそれが邪魔しちゃうんですよね。なのでそういった邪魔をしないようなこのティップの繊細さっていうのを持たせたいのがまずこの竿の一つの利点で、あと2番目がベリーでしっかりとバイトがあったらばかけていくと。でかけていくとかオートマチックにかかれますよね。これね、結構そのベリーの張りがあるんで、はい、だから結構初心者の方でもこのクランクやるときにこの竿を使っていただくと結構オートマチックにクランクが、フッキングしてくれると。でその後その竿の長さの全体のためというところでバレにくいというところで、この竿は非常にいいです。はい、私大好きですこれでも本当にいろんな方分使っていただいてもご納得いただける竿なのかなっていうふうには思ってます。ちょっと釣ってみてあとお見せしたいなっていう部分があるんで頑張って釣ります。パニクラっていうクランクの DR ってこれ書いてますけど、ちょっと沈むタイプですよね。ディープタイプ、はい、こちらの方ちょっと使ってみたいと思います。今使ってたものよりちょっとリップが大きいタイプですね。で今使ってたのがこのタイプなんですけども、今度はちょっとこのリップの大きいもう少しこう沈むタイプですよね。しっかりと沈め込んでくれるボトムをちょっとトレースしやすいタイプに変えたいと思います。こんなのつけた時にですね、この竿結構ベリーがしっかりしてるんで引き抵抗強くてもしっかりと受け止めてくれるし、でリップが強いっていうことは実際にこれ潜ってってで後ろから追随してきてトラウトがバガッと食べた時に合わせると一緒にこのリップは沈むんですよ。沈むとここにフッキングしにくいっていう。でその時にベリーの張りがしっかりあるとこれをしっかりとこう持ち上げてくれるんでフッキングするっていう。柔らかいさだとそのままリップが沈む、もしくはこれがリップが結構抵抗になってしっかりと前に行かないんでフッキングが効かないっていうところがあって、ティップが入って繊細にこのクランクの動きを阻害しないんだけど、ここのベリーの張りですね、ここに結構張りを持たせてあるんでこの張りでしっかりかけていくと。であとはこの66って全体の長さでタミを効かしてバラしにくいような形になっているのがこの竿ですね。でやってみます。よく飛びますねよく飛びます。これはよく飛ぶ。やっぱちょっと若干ディープタイプになってるんで重めになってるんで、よく飛びましたね。今の軽く投げてるんですけど、やっぱり66っていう長さもやっぱ相まってよく飛びますね。結構そこにいますね今日はね。そこの方にガツンとこうクランクがゴツゴツいった時に結構当たりが来る感じですね。だからもしかしたらば竿は下向けにしてやってあげた方がすごい飛びますねこれね。ものすごい飛びます。これはすごいです。よく飛びます本当に。これね下に向けてグリ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 ってちょっと潜らしてもうボトム付近をグリグリグリって早めにいって、今もう多分ボトム付近いってると思うんで、あとはそこをゆっくりトレースしてくる感じですかね。そんな時にもこうやってやっぱり竿長いと楽ですよね。結構今フローティングのクランクなんでちょっとちっちゃめなんですけど、着水したと同時に周りでもじるんですねポポ。だから結構下にいるやつが見てるんですよ今。
あれはあと巻き始めで動き始めると結構すぐに食べたりするんですけども、反応ないですね。はい、来ました。はい、こんな感じですね。でこれ66の RS ですね。リトリーブタイプのシャープなやつってやつですね。これはね。まあどちらかというとメインでクランクを使っていただけるとすごく使いやすいロッドですかね。ようやく1本まず取れました。はい。結構ね、表層からゆっくりと引いてくると後ろにかなり追ってきてくれるんで、これもそんなにフッキングしっかりしたわけじゃなくて、もう巻いてる間にしっかりかかってくれてるっていう、すごくオートマチックにクランクのフッキングが決まるんで、やっぱこのティップの柔らかさとベリーの張りの強さっていうのがすごくマッチングしていい竿に仕上がってますね。でやっぱり特筆するのはこの竿ってよく飛ぶんですよ。でこの今ルアー見てもらうと分かるんですけども、すごい小さいんですよね。これねマイクロクラピーなんですごく小さいんですけど、ものすごいよく飛びます。今ちょっと風もないんで飛ばしやすいっちゃ飛ばしやすいんですけど、ちょっと逃がしますね、魚ね。元気なうちに、はい、元気なうちに逃がしましょう。はい、元気なんでありがとうございます。はい、ありがとうね。なんでこんなに小さい、こんな小さいんじゃないですね。これよく飛ぶんですよ、マイクロクラピー。はい、これ裏に名前書いてあるんですけどね、これねマイクロクラピーって書いてあるんですけど、でこのタイプでもよく飛びます。はい、いや最初これ投げる時ね、どのぐらい飛ぶかなと思って今投げたんですけど、想像以上に飛んでびっくりしました。はい、ちょっとかなり風吹いてるんでね、ですけど風に流されるんですけども結構飛びますね、それでもね。はい、十分射程圏というか釣りのできるところまで飛んでくれるんで、この長さってすごい重要ですよね、こういう時はね。当然今みたいに竿を倒したりとかいう時にやっぱ長さあるとすごくメンディングしやすいんで、ラインが絡んだ時とかのこのラインのメンディングとかのしやすさっていうのも、この66っていう長さっていうのはすごく使いやすいんじゃないかなと思います。だからこれはもうクランクに限らず、この巻きの釣りを全般的にやっていただくっていうところでは、スプーンなんかもね、こういう風な風が横風結構強い時なんかに使っていただくとか、結構大場所で遠投が必要な時に使っていただくっていうのには、結構この66全般的に巻きの釣りに使っていただくっていうのには向いてるのかなっていうのを思いますね、これは。はい、ただ一方で、ね、やっぱ長いんでね、どうしてもやっぱこう、小技っていうところではね、短いドットの方がしやすいっていう部分が当然出てくるんで、そういったところはやっぱ使い分けっていうのが必要になってくるのかなというふうに思いますね。はい、ただね、今はメリットしか感じてません。こういうタイプですね。はい、クラピーのこのリップの形状がかなり横に幅広いタイプですね。来ました。はい、入りました。ニジマスですね。ニジマスちゃんでございます。ニジマスちゃん。フックはフッキング1回して、この方、今これ外れたんですよね。口にはちゃんとかかってましたよ。今、この中で外れちゃったんで、ちょっと外してあげますね。よいしょ。外してあげましょう。クランクはこういうクランクですね。
ニジマスちゃんでございます。ニジマスちゃん。よく泳いでくれましたね、今ね。最後ね、粘ってくれて。はい。ありがとう。はい、元気に帰ってきました。よかったですね。今いい感じでかかりましたよ、本当に。キャストして巻き始めて、でしっかりとこう動き始めて、これ結構リップの結構ひどいタイプなんで、それでブルブルっと動き始めたところでガツンときて、そのまま巻きのスピードを変えることなくしっかりとフッキングしてくれるっていう。であとやっぱりドットの長さでしっかりためが効いて、でランニングまで持っていけるっていう、理想的な感じですよね、クランクの竿としては。はい、いいです、この66。はい、R です。名前としてはですね、66RS リトリーブタイプのこの R ですね。はい、でこの66が、レングスで R がリトリーブタイプ、ちょっとこれちっちゃくて見えにくいですけど、リトリーブタイプ、 S はシャープネスの S、 66RS になります。はい、そうかもしれない、これ。当たった。来た。やっぱこのパターンです。これ 66RS で今ちょっとこう浮き目にこのハイフロートのですね、こういったクランクをちょっと投げてですね、でちょっとぐるぐるっと 2,3 回転回して、で4、50センチ沈めたところから、あとプッとリーディング止めてですね、ハイフロートでスーッと浮いてくるんですよね。で浮いてくる、それ 2,3 回回したところで、浮いてくる表層に浮いてきて、ポッと出る寸前にパコンとこう当たりが出たっていう感じですね。でさっきちょっと手前でそういったような当たりがちょっと出てたんで、ちょっと大きめのちょっと風の高い魚をやったらば多分出るだろうなってやってみたらドンピシャでしたね。でやっぱりこれ竿もやっぱりね、ティップの繊細さとベリーの張りっていうところでしっかりフッキングをオートマチックにかかってくれたんで、やっぱいいですね、66RS。はい。ですね、今これ使ってるの 511RF、リトリーブタイプのフィネス、っていうタイプになるんですけども、これに関しては、基本的なテーパーデザインとしては、61の、タイプと同じようなテーパーデザインになってて、レギュラーテーパーで曲がるんですけども、全体的にこうより曲がるような形になってて、よりティップの繊細さっていうのを重視してます、これは。なので、今ちょうど 0.9g のスプーンをつけてるんですけども、いわゆるマイクロ系のスプーンってやつですね、そちらの方が非常に、投げやすく、よく飛ぶようになってます。だから竿のシナリオを使って軽めのドゥアも、しっかりと飛ばしてあげるっていうような、竿になってるんで、あとこう若干こう柔らかめになってるんで、もともとこう柔らかめの竿が好きな方とかだったらば、こちらの方を選ばれた方がいいのかなっていうふうな感じはしますね。結構あれだけ軽く振っただけでも飛んでくる柔らかめの竿になってます。ただ柔らかいといってもただ柔らかいんじゃなくて、しっかりと竿が曲がり込んでいって、曲げ戻しが効きますんで、その反発力でそのマイクロドゥア、いわゆるアンダー 1g のドゥアをしっかりと遠くに飛ばしてくれる、そこが一番のこの竿の売りですよね。はい。かといって例えば 2g オーバー 3g ぐらいのルアーが投げれないかといったら全然投げれます、それも。はい、しっかりとベリーからバッテンの乗せてあげて振ってあげれば、重めのルアーも投げることは全然可能です。で彼今0.9なんですけど 0.9g のルアー投げてもあれだけ飛びますんで、軽く振っても。だから結構初心者の方なんかとかね、やっぱこういう 1g アンダーっていうのはなかなかこう飛ばしにくいっていう方もね、いらっしゃると思うんで、そういう方に使っていただくにすごく投げやすい竿になってるんで、本当にこの竿の反発を使ってもらって、飛ばしてもらえれば簡単にというか、竿の反発でしっかりと飛ばしてくれる竿なんで、あまり力を入れ
なくても飛ぶという竿になってます。リトリーブの感動としても非常に繊細な当たりを取りやすくなってるんで、シリーズ中一番繊細な当たりを取りやすいようなティップセクションになってるんで、そういった意味でもかなりただシビアな当たりっていうのも取っていけますんで、そういったところのミスバイトがだいぶ減ってくるというふうなところでは非常にタフなコンディションで、使いたい一本でもありますよね。はい。であとすごい乗せ調子なんで、シリーズの中で一番乗せ調子になってるんで、それこそ魚が後ろからこう追随してきてカツカツンって言って、もう本当に後ろからもうついばむぐらいの当たりなんかのやつもしっかりと乗せてくれるんで、だから結構ねもしかしたらばこの竿って例えばちょっと非力な子供さんとか女性の方とかそういう方が完全で始めるのにはこの竿から始めてもらった方がいいかもしれないですね。振り抜きもしやすい、柔らかいんで思いっきり振んなくても、ただちょっとこう後ろに振りかぶって前にピュッて出してあげればアンダー1グラムの竿1グラムのルアーもあそこまで飛んじゃうっていう、簡単に。これでね今日 1.5 ポンドなんですよ。これはもちろんマイクロに今使った 1.5 ポンドなんですけど、1.5 ポンドでちょうどこれ多分いいと思います。一番使うのにだいたい 1.5 ポンド2ポンドぐらいを使ってもらって釣るのにすごく使いやすい。ただ 1.5 ポンドまで落としてやっぱり2ポンドから下に落とすと結構不安っていう方もいらっしゃるんですけども、この竿だとしっかりと曲がり込んでくれるし、やり取りした時も、竿の曲がりのサスペンションでしっかりためが効くんで、ラインにも負荷がかかりにくいので、当然あとドラグの性能もだいぶ上がってるし、ライン自体の、性能も上がって強くなってるんでね、ちょっとそこをね丹念にねやってみようと思って、で竿も変えてます。今度は62の MB、モーションタイプですね。はい、ボトムバウンシング62の MB ってこのタイプにね変えてます。これはもう完全に、ボトムを意識した竿になりますね。でなのでボトムにあるこういう鉄板系のバイブとか結構重めのこうスプーンとか、いわゆるもうボトム系スプーンと言われるやつですね。スプーンとかバイブレーションでこういったものを、小気味よく動かすためのこのティップの張りですよね。はい、かといってバキバキのティップになっちゃうと当たりとかっていうのも弾いてしまうんで、それをちょうどこう動きをしっかりと出せる部分と、なおかつあとはしっかりとフッキングできる程度のこのベリーの張りを持たせるっていうところの調子に仕上がってるってことですね。これかなりね綺麗にルアーが動いてくれるんで、結構フッキングもこうシェイクしながら巻いてくるんですけども、その流れの中でしっかりともうフッキングまで持ち込んでくれるんで、すごく優秀な竿です。これ投げてボトムまで沈めて、今沈み着きました。着いたらばしゃくりながら、出じ巻きですね、はい、していく感じですね。こうやってでボトムでブル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 っとこうバイブレーションをブルブルっとこう震わせて、であとフォールさせて一瞬止めてフォールさせて、またボトム落としてフォールさせてブル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 、これの繰り返しですよね。はい、でその一連の流れの中でこうフォールしていって、落ちていくこのバイブレーションとかをトラウトが上から押さえ込むっていうようなイメージですよね、イメージとしては。はい、その時に、連続でこうしゃくってくるんで、そのしゃくってく連続のこのしゃくりの中で、もうフッキングまで持ち込むっていう風なイメージですね、この釣り方としては。はい、このブル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 でリードを巻いてブル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 で、この流れの中でこう上にしゃくった時にその前にホールして落ちて押さえ込んだ魚をもうこの上げた時にフッキングさせるっていう、はい、そういう流れですね。でそれにすごく適したこのロッドになってるっていうところですね、これは。
あ、来た。あ、もう新種新種。はい、イワナです。ようやく来ました。これですね。ミノーといえばやっぱこれですよね。はい。よいしょ。ちょっと今これ。イワナですね。ようやく来ましたね。ミノーで。やっとです。なんとか。これ系をずっと狙ってました。そうです。ようやく来ましたね。はい。ちょっとだけ上にね上げさせてもらって、これ、はい、こんな感じですね。イワナさんが釣れました。綺麗ですね。すごくね、ヒデピンでちょっと小さいですけども、ものすごい綺麗なイワナですね、これね。はい。うん、元気になってる。じゃあ、ありがとうございます。よいしょ。やっぱミノイング面白いですね。ひったくってくんで、やっぱ面白いです。ガツンってくるんで、結構足元ですね。そこのブレーキから上がってきて、でそこちょうどいつも引っかかる場所ブレーキあるんですけど、そこから上がってきたところでピッチかけてバツンでしたね。はい。でこのダートさせる時のこのやっぱ竿っていうのが、でこの60の MTR、この針っていうのがすごく重要で、すごく動かしやすい竿なんですよね。でこのティップも、この針が強いって言っても、ティップこれ見てもらうとあれなんですけども、しっかりこれティップが入ってくれるんですよね。こういうふうに硬からず柔からずというか、ちょうどいい、やっぱりこの缶釣りで使うミノーイングのドットとして、適度な針を持たせてるっていう感じですよね。はい。ただやっぱりある程度やっぱ針が強いんで、リトリーブのこう釣りですよね。それにはやっぱりちょっと向かないというか、ちょっと弾いてしまう感じがあるんで、やっぱこうトゥイッチを自分からこうかけていくとかで、ストップ&ゴーで身の動かしていって、でバイトを誘発させて、でこっちから積極的にかけに行くっていうような釣りですよね。